こんにちは。今日は山口県の浄永寺に来ました。浄永寺は東福寺派臨済宗のお寺です。臨済宗は禅宗の一つで、人間は生まれながらにして仏性を持ち、本来皆正常であるという教えの宗派です。私がここに来るのは3度目なのですが、とても素敵な日本庭園が2つありますので、日本庭園好きの自称庭女子の私が素人なりにここのお庭の鑑賞ポイントをお話しさせていただきます。まず、ここは門をくぐった瞬間の空気の質が全然違います。このお寺は隅々の美しさが半端ないです。例えば、この苔の生えた盛り土のラインを見てください。一糸乱れずとはまさにこういうことだと思います。庭のお手入れは造園業者さんがやられているそうですが、多分腕が良くてこだわりの強い頑固者タイプのまさに昔かたぎの職人の方がやられているのではないでしょうか。素晴らしい仕事ぶりだと思います。また、本殿入り口を入るとわかるのですが、花や人形などの飾り方や気配りが細やかで、しかもさりげない。気づかない人は気づかないくらいのさりげなさで、とても素晴らしいです。では、お待ちかねの一つ目のお庭をご紹介します。こちらが重森美玲が作庭した南明亭と呼称のついた枯山水です。重森先生は昭和を代表する作庭家です。このお寺は東福寺派ということなので、そのご縁でこのお寺の庭も作庭されたのではないでしょうか。東福寺は京都にあるお寺で、そのお庭は当時の時代よりも2つも3つも先を行くモダンなお庭です。そのお庭を作られたのが重森先生です。私が日本庭園にはまったのは、東福寺のお庭を見て感動したのがきっかけです。まだ見ていない方は、ぜひ鑑賞に行かれることをお勧めします。ところで、お庭全体を見ていると、ある一つの石に求心力があるのを感じないでしょうか。この求心力が、このお庭のポイントだと思います。このお庭には、9つの山があるので、古代インドの宇宙観、九星八海を表現しているとすると、この求心力のある石が宇宙の中心とされる須弥線なのかもしれません。この須弥線の上で静かに目を閉じ、座っている自分を想像すると、太陽と月が頭上をめくる大きな世界に包まれて安心感を抱き、心が穏やかになっていくのを感じます。この石を中心に円が外側へ向かっていますが、障害物があっても円の線に乱れがありません。この枯山水が宇宙の美しさを表現できているのは、石の配置のバランスの良さと、この乱れのない円の線によるものだと思います。次にご紹介するお庭は雪舟亭です。雪舟は室町時代の前奏で水墨画の大家です。また、お庭のデザインも得意とされていたようで、日本各地に雪舟亭が残っています。その中でこの雪舟亭は、雪舟四大庭園の一つと言われています。このお庭の池は、心という字をかたどっているそうです。自然回遊式、つまり池の周りを散歩できるお庭なので、心を四方八方から眺めることができます。そして本堂からこのお庭を見ていると、池の中心に強い求心力を感じないでしょうか。よく見ていると、池の周りに配置された石も池の中心に吸い寄せられているような構図で配置されているのがわかります。この自然豊かな池の周りをゆったりと歩くことで、俗世界の喧騒を忘れることができ、また心をかたどった池を眺めると同様に、自分の心もゆっくりと眺め見ることで、次第に穏やかになり浄化されていく自分を感じることができます。そして池の中心に求心力があるように、自分の心の中心は何か、自分は普段何に引き寄せられているのかをじっくり考えてみるのです。急ぐことはありません。この池の散歩道は十分な時間を私たちに与えてくれます。
今日は雨が上がったばかりの水分でより一層輝いている美しい景観を堪能することができました。皆さんもこの動画の素敵な庭園を見て少なからずも心穏やかになっていただけたなら嬉しいです。そしてここは四季折々の美しい景観を楽しめる場所だと思いますので、実際に礼拝されることをお勧めします。今日は上栄寺の美しい日本庭園をご紹介させていただきました。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた。